こんばんよ、みちるです。親の顔より似たピコグリル風焚き火台ということで、今回はこのピコグリル風焚き火台の最新版が販売されていたので紹介したいと思うんですけど、これはね、やばいですね。Amazon にありふれてるピコグリル風焚き火台と一味ね、違うんですよ。ということで、実際の使い心地レビューもしていきたいと思いますので、どうもぶちかましていきましょう。まずね、このフレーム、鏡面加工になってるんですけど、分厚いんですよね。東京キャンプの焚き火台は持ってないんですけど、おそらく東京キャンプの方が分厚いと思います。ですけど、ピコグリル風焚き火台と比べると厚さがね、ありますね。動画で見てわかるかなと思うんですけど、力を入れないと曲げないぐらい厚みがありますね。以前私ピコグリル風の焚き火台購入したんですけど、使い方、耐荷重っていうのも気にせずね、ガシガシ焚き火使ってたらね、中心部分ぐらいの爪のところが割れちゃったんですよね。あとフレーム。フレームはね、おそらく福さんも YouTube でね、紹介してたドキキャンプのものとね、同じなんじゃないかなと思います。同じ商品を持ってないので不明なんですけど、フレームもね、私が持ってるピコグリル風焚き火台と比べてね、しっかりします。厚みもありますね。あと一番衝撃だったらこのスピット、わかりますかね？こういうことですよ。スピット乗せてもね、ドキキャンプのものと違って、これで落ちないんですよ。横にして。これやばいっすよね。これやばいよ。まだピコグリル風焚き火台持ってない人は、これですね。これ買ってください。私の予想なんですけど、今 Amazon で売ってるピコグリル風焚き火台の中で一番機能的で安い、そして丈夫なものだと思うんですね。なので、多分このピコグリル風焚き火台がベースとなって、また新しくいいものがどんどん販売されると思います。いやー、これ、買いでしょ。スピットに穴が開いてるので、こんな使い方して遊んじゃうこともできます。ピコグリル風焚き火台と比べて重量がある分、結構風が吹いても吹っ飛ばないですね。あと高重量のものもね、耐えられます。いやー、これ素晴らしい。こういう風にセッティングすることのメリットを一つ今考えついたんですけど、ここの幅、こことここの幅ですね。もともとあった支柱の幅より狭い焼き網だったり、鉄板、そういうものを乗せるときに、こういう風なセッティングをすれば、より小さいものでもセットすることができるので、なかなか面白い運用方法もプラスアルファでできるんじゃないでしょうか。はい、じゃあハイピークの焚き火台とピコグリル風焚き火台のスペックの比較をしていきたいと思います。袋はね、どっちかっていうとね、ピコグリル焚き火台の方が大きいですね。重さはね、やっぱりハイピークの方が重いです。はい、組み上がりました。ピコグリル風焚き火台とハイピークの焚き火台。フレームの高さはだいたい一緒ですね。横からの絵も見ていきましょう。ハイピークの焚き火台の方が火床の高さがありますね。比べてピコグリル風焚き火台は中心に向かってやや深い形になってますね。ハイピークの焚き火台はもうまさに東京キャンプとピコグリルのハイブリッドって感じですね。フレームの幅はピコグリル風焚き火台の方が若干広さありますね。このハイピークの焚き火台のすごいところはフレームがね、厚いんですよね。ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ハイピークの火床の厚み、これぐらいです。続いてピコグリル風焚き火台のフレーム、厚みこれぐらい。柔らかさがまず違いますね。これはね、かなり頑丈ですね。でも長く使えます。両者とも同じ作りのフレームなんですけど、ハイピークの方がね、しっかりしてるんですよね。重量もあります。でね、大きさはだいたい一緒なんですけど、重量はね、明らかにハイピークの方がね、重いんですよね。これ何かなって思ったら、もしかしたらね、材質が違いますね。太さもだいたい一緒ですもんね。ハイピークの焚き火台のフレームの方がしっかりとした作りに感じます。これはかなり重量が加わっても壊れませんね。これもしかしたら磁石くっつくかもしれないです。ここがくっつくかな。私が一番この焚き火台で革命的だなと思ったのがね、スピットの丈夫さと作りなんですね。こちらスピットです。フレームと同じぐらいの太さ、もしくはそれより太い太さになっていて、ここです。2本ね、ラインが入ってることによって乗せてもね、滑るぐらいで完璧に固定してくれるんですよね。
これの何がすごいって、横に倒してもね落ちないんですよ。これねめちゃめちゃ革命的だなと思いました。作りもしっかりしてるし、でこういう書き方をしてオリジナルの組み立て方なんかもねできます。これいいよな。じゃあね火入れの方をしたいと思います。多少風があるっていう影響はあるかもしれないんですけど、スリット部分がね結構横についてるので空気の循環いいですよね。よく燃える気がします。火床の高さがあるので芝サイトなどでキャンプするときは芝へのダメージが案外低いかもしれないですね。下に置いてある薪を触っても手で触れる程度の温度です。これはね嬉しい誤算というか、私この極厚鉄板キャンプでよく使うんですけど、ちょうどスリットの部分にフレームがね顔を出してずれてもね落ちないような感じになるんですよね。これねめちゃくちゃ嬉しかったです。スタンダードの使い方がこちらなんですけど、私が考えた使い方ですね。ここにかけることによって短い幅の鉄板も乗せることができるんです。これ革命的じゃないですか。どうですか？丁寧に焼きたい方はこういう風な使い方も面白いかもしれませんね。撤収がしやすいっていうのも一ついいポイントです。ピコグリル風の焚き火台と違ってこの火床しっかりしてるので、そのままね薪捨てにこう流し入れることができます。はい、じゃあ30分ぐらいね焚き火したんですけど問題ないですね。焼き色がつく程度に出てます。歪みとかも現時点では特に問題なさそうです。これはねめちゃめちゃ頑丈ですね。長く使えると思います。あとこちらロキアで売ってるんですけど、スタンドロースターピコグリル風焚き火台にバチコリハマりますんで、これはねおすすめです。でこれロキアに売ってるんですけど、これからハイシーズンになるとこれねなくなるんですよ。なので今手に入れられるのであれば3つぐらい買っておいてもいいかもしれないですね。これで高さ変えられるんです。いいですね。こんな感じで使えますね。私が持っているピコグリル風焚き火台と違って、ハイピークのこちらの焚き火台はこことここのね幅がちょっと狭いので押し込むような形にしてセッティングします。これがね2000ちょっとで買える焚き火台って考えるとめちゃめちゃコスパいいと思いますよ。多分ね長時間使ってもね壊れない、確信しました。しかもこれね購入から1年間保証っていうのがあるので、もし壊れたとしてもなんとか保証で火床の代替品とかもらえるんじゃないかなって思います。でこれ買いですよ。これ買ってください。私の商品じゃないんですけどめちゃめちゃおすすめです。いかがですか？こんな感じで私の動画ではキャンプの実体験から独断と偏見を交えてキャンプに役立つ情報やアイデアやコツ、おすすめのキャンプ道具などを発信しています。コメントをもらえると動画作りのモチベーションが爆上がりなのでぜひよろしくお願いします。はい、ということでここまで動画を見てくれた方は高評価、チャンネル登録をしてもらいます。それではみちるでした。助けてほしい。